セブン&アイと聞くとセブンイレブンを思うかもしれません。でも源流は浅草の衣料店です。スーパー、コンビニ、金融、配送を経て、今は再びコンビニ中心へ戻ろうとしています。今日は街角の便利な店の裏にある生活インフラの物語を見ます。物語の出発点は1920年、東京浅草で開かれた衣料店、洋華堂です。まだコンビニではありません。けれど、暮らしの近くで必要なものを売る感覚はもうここにありました。この発想が後のコンビニの土台になっていきます。1958年に洋華堂が会社として立ち上がると、舞台は衣料だけではなくなります。食や日用品を一箇所で支える総合小売へ進みました。ここで育ったのが、難を並べ、どう回転させ、どう近くの人に届けるかという小売の筋力です。1961年、伊東洋華堂はレギュラーチェーン方針を始めます。店を一つずつ別物ではなく、同じ型で強くする考え方です。品揃え、補充、売り方、数字の見方を揃える。この標準化が後のコンビニ運営を支えました。1973年、ヨークセブン、後のセブンイレブンジャパンが生まれます。スーパーが大きな箱なら、コンビニはもっと細い生活動線に入り込む箱です。すぐ買える、家の近くで足りないものを埋める。この小さな箱が日本の小売の新しい問いになりました。1974年、最初のセブンイレブンが開きます。必要なものを短時間で買える小さな拠点が住宅地の中に入った意味は大きい。買い物の距離と時間を縮めることは生活そのものを変えます。コンビニは商品より先に近さを売る商売でした。1982年、セブンイレブンジャパンは世界最大級のポスシステムを導入します。重要なのは何がいつどこでどれだけ動いたかを見る目を持ったことです。売れたら補充するのではなく、細かく読んで先に動く。この積み重ねが狭い売り場でも強い店を作りました。1991年には米国のサウスランドコーポレーション株式を取得します。日本のコンビニ運営とセブンイレブンの本家がつながる転機です。日本はただ輸入したのではなく、運営の工夫を育てながら逆に影響を返す側にもなりました。2005年、セブン&アイ・ホールディングスが設立されます。スーパー、百貨店、金融、外食、ネット、小売の顔を束ねる箱ができました。同じ年、セブンイレブンインクもグループに深く組み込まれます。ここから会社は世界のコンビニ会社としても見られるようになります。米国のセブンイレブンはガソリンスタンド併設、広い道路、長距離移動、深夜需要といった日本とは違う文脈で育ってきました。だから同じ看板でも運営の肝は少し違います。日本の強さをそのまま張るのではなく、別の生活動線をどう束ねるかが問われます。2007年に始まったセブンプレミアムはグループ横断のプライベートブランドです。ここでは単に安い商品を並べるのではなく、なお自社で編集し、棚の中でどう見せるかが問われます。売り場が小さいからこそ一つ一つの商品に役割が必要です。2001年に始まった銀行事業、そして店内 ATM はコンビニをもう一段深い生活動線へ押し込みました。現金を下ろす、支払う、つなぐ。店は食べ物を売る場所だけでなく、用事を片付ける拠点になりました。ネット注文と店舗受け取り、店とデジタルの接続も早くから模索されてきました。これは天下ネット化という二者択一ではありません。近くの店を持っているからこそ、受け取り、配送、在庫連携に別の勝ち筋が生まれます。コンビニの強みは最後の数百メートルにいることです。2021年、米国でスピードウェイ事業を取得したことは、北米での存在感を大きく押し上げました。けれど、規模が大きくなればそれだけ難しさも増えます。道路沿いの店、燃料、物流、人件費、地域差。北米は大きな柱ですが、日本と同じ目線だけでは読めません。同じ2021年にはセブンイレブンジャパンと米国セブンイレブンが共同でセブンイレブンインターナショナル LLC を立ち上げました。狙いは既存エリア支援とニーチ場開拓を一つの司令塔で動かすことです。これが今のグローバル戦略の核です。CEO メッセージでは
日本と北米の2つの主要市場で1日あたりおよそ3000万人の顧客を迎える規模感が語られています。これだけの人が朝昼夜の隙間時間に立ち寄る。セブン&アイは時間の細切れを受け止める会社でもあります。グループの企業理念の中心にはトラスト&シンシアリティ、信頼と誠実があります。食、支払い、受け取り、毎日触る場所は一度信頼を失うと戻りにくい。だからコンビニの勝負は派手な宣伝より毎日の破綻のなさにあります。近年の変革計画ではフレッシュフード、つまり店内での食の魅力が強く押し出されています。大切なのは食を強くすると来店理由が太くなり、日用品やサービスにも波及することです。コンビニは食の頻度で生活の中心に入ろうとしています。コンビニは荷物を受け取る場所にもなりました。宅配の再配達を減らし、働く人の時間をつなぎ、街の小さな待合所になる。こうした役割は売上の数字だけでは見えにくいですが、生活インフラとしての強さを支えます。近くにあることがそのまま価値になるのです。次世代のコンビニ像として、セブンナウや AI 活用も前に出ています。ここで見るべきは、アプリの派手さではなく、店、在庫、配送、人手をどうつなぐかです。街角の実店舗まで持つことがセブン&アイの強みです。ここで翔平が帳簿を開きます。この会社は何でも矢に見える時期が長かった。でも今は何を残し、何を軽くするかを決める段階です。数字を見るときは、どの柱を中心に残すのかを読む必要があります。2026年2月期、グループのトータルセールスは1兆6992億円。レベニューズフロムオペレーションズは10兆4302億円でした。大事なのはその中身が変わり始めていることです。どの事業を中核として見せ直すのか。そこに今の経営の意思が出ています。参考値で見ると、国内コンビニと海外コンビニはどちらも大きな収益の柱です。日本の強みは細かい運営と食の近さ。北米の強みは広い市場と規模。一方で同じやり方では回りません。この2本柱をどう同時に強くするかが投資家がまず見るポイントです。今の会社はかつての総合流通グループからコンビニ中心の形へ絞り込みを進めています。ヨークホールディングスやセブンバンクを連結から切り離して比較するのもその流れの一部です。数字の増減だけでなく、何を連結し何を外し、どこに資本を置くかを見る段階です。会社は2027年2月期の見通しとして、レベニューズフロムオペレーションズ9兆4480億円、オペレーティングインカム4050億円を掲げています。ただし、これは新しい形に寄せた見え方です。前年比だけでなく、何を比較しているのかを確かめる必要があります。一つ目の鍵は、国内コンビニの強さです。狭い証券で補充惣菜接客一致を積み上げる力。派手には伸びなくても、毎日の小さな価値を積む事業は強い。セブン&アイの芯は今でもここにあります。二つ目の鍵は北米とグローバルです。市場は大きく、うまく回れば伸びしろもあります。その分、燃料、労務、地域差、規制の影響も受けやすい。日本の延長で考えず、別の運営ゲームとして見られるかが重要です。三つ目の鍵は、フレッシュフードへの投資です。変革計画では5年で3000億円の設備投資を掲げています。見たいのは設備そのものより、食が来店頻度と客単価をどう変えるかです。四つ目の鍵は資本配分です。3月6日の公表では、スーパーストアビジネスグループ売却や SEIIPO 方針、株主還元方針が示されました。何でも持つ会社より何を持つかを選ぶ会社になるという宣言です。リスクの一つ目は日本市場の成熟です。人口、競争、加盟店の採算、人手不足。近くにある店は強い一方で、近くにあるからこそ競争も細かい。強い店を増やすだけでなく、弱い店をどう立て直すかも問われます。二つ目は北米の変動です。燃料、タバコ規制、労務コスト、地域差。規模が大きい市場ほど外部要因の波も大きい。北米が伸びると会社全体を押し上げますが、逆風の時はその揺れも大きくなります。三つ目は
変革そのものの実行です。IPO 方針、売却、組織再編、グローバル管理。言葉にすると整理されていますが、現場まで浸透させるのは別の難しさです。変わると決めた会社は、変わる途中が一番不安定になります。4つ目はデジタル競争です。配送アプリ、即配、データ活用はどこも狙っています。店があることは強みですが、それだけで勝てるわけではありません。アプリ代行、オペレーションが噛み合わなければ、便利さはすぐ他社に移ります。5つ目は食の信頼です。食は来店理由を強くしますが、その分だけ品質や安全で失うものも大きい。毎日買う店だからこそ、一度の事故や違和感が長く残ります。信頼と誠実という企業理念は、ここで一番試されます。今日の鍵を4つにまとめます。1つ目は、セブン&アイの根がコンビニではなく、浅草の衣料店とスーパーにあることです。近くで必要なものを支える小売りの感覚が、長い時間をかけてコンビニへ流れ込みました。2つ目は、データと運営です。ポス補充単品管理、惣菜、配送。コンビニは小さな店ですが、その裏側では細かな運営が常に回っています。便利さは派手な発明より毎日の制度から生まれるのです。3つ目は、セブン&アイが世界のコンビニ会社になっていることです。日本の近さと北米の規模、この2つを束ねる会社として見れば、スーパーや百貨店の時代とは違う顔が見えてきます。4つ目は、投資家が見るべき論点が、売上の大きさだけではないことです。国内の安定、北米の変動、食への投資、資本配分、信頼の維持、どこを残し、どこを変えるか。その判断の積み重ねが、これからのセブン&アイを形作ります。浅草の衣料店から始まった流れは、今や世界の街角へ伸びています。近くの店、すぐ買える食、払える受け取れるつながる。セブン&アイの物語は、暮らしの数分をどう支えるかの積み重ねでした。その小さな箱の奥にある、長い氷の歴史を思い出してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で、次の日本株式会社物語もお楽しみください。